高健産のフリーターンレンチ。分割できて収納性に優れる組み立て式の十字レンチです。持ち手、グリップの部分がフリーターンになってますので扱いも簡単。タイヤ交換を楽に早く作業ができるアイテムです。以前、エーモンさんの同じような道具を買いまして、使っていてなかなか楽しい道具でしたので、高健さんのも試してみることにしました。350mm のバーと 260mm のハンドルの組み合わせ。持ち運び、収納がめっちゃ楽っすね。十字レンチは片すのにも持ち運びにも不便ですが、このフリーターンは分解すればここまでコンパクトになります。付属する収納袋が少しチープで残念ではありますが、この収納の良さだけでも相当なメリットを感じています。見た目はすごくジールっぽいです。メインは磨き仕上げなのですが、なんでかビカビカしてないんですよね。しっとり系な仕上がり。派手さはないですがかっこいいです。バリなど悪いところもなく。メッキの強さもありそうです。バーの部分スライドさせますので傷は入るのですが、嫌な傷み方は今のところしていません。すぐにメッキ剥がれそうな感じはないっすね。高健さんらしいとても良い雰囲気を感じています。さて、使ってみます。まずは組み立て。バーをハンドルの穴に当てがい、ハンドル側についてますボタンを押した状態でグッと押し込みます。ボタンは押しながらでないとバーは入ってくれません。ちょっとコツがいるというか、力技というか、スルスルとはいきませんが難しくはありません。主なポジションは2つ。トルクをかけるための T 字型と早回し用の十字型。まず T 字型にしてボルト、ナットを緩めます。350mm ありますから 100N くらいならこの形にすれば楽に緩んでくれます。乗用車のホイールナットであれば大抵緩めることができるでしょう。すべてのナットを緩めたら十字型にして早回し。変形はとてもスムーズです。センター部分はロック機能がありますので、乱暴にスライドさせてもガチンと十字型で止まってくれます。あとはハンドル部分がフリーターンになってますので、何も考えずバーを緩め方向に弾くだけ。締め側は逆の手順になります。とても使いやすいです。使い心地は素晴らしいですね。フリーターンの回転はスムーズですし、ブレも少ないです。乗用車のホイールを1本外す時間をラチェットレンチと比べてみます。比較するのは 250mm の1/2分の1ラチェット。ファコム名機の決闘161シリーズ。さて、始まってますが、最初の緩め作業はそんなにスピード変わらないですね。ハンドルの長さの関係でフリーターンが力いらずで楽ですが、取り回しはファコムが良くて、ここは一長一短という感じ。早回しパートになると、フリーターンの速さが際立ってきます。ミスなくスルスルとナットが外されていきます。ラチェットは、これ私の作業がいまいちで間をついているのも遅くなっている原因ではありますが、手間が多いっすね。最初の緩めが足りなかったのも遅くなっている原因です。ソケットをつけたり外したりと煩雑な感じで時間がかかってしまっています。ここでフリーターンが作業完了。ラチェットはもう少しかかりそう。フリーターンレンチは作業が楽です。バーを弾いたら見ているだけですから手間も少なくミスも起きにくい。急いだ時に作業者の負担が少ないと感じます。対してラチェットレンチは汎用性に特化した部分もあり、速さ勝負では一歩引きます。ただこちらも扱いは楽ですね。使っていてのストレスはほぼなく。車関係の整備作業で道具といったらこれというのも納得をしてしまいます。さて、ラチェットが作業を終えました。時間は1分10秒。フリーターンは40秒と半分まではいかないですけど、かなり時間の短縮になっています。さて、このフリーターン、ラチェットに対して優れた結果となりましたが、本来のコンペであるスタンダードな十字レンチと比べてみますと、操作感についてはどっこいどっこいかもしかしたら少し劣るかもしれません。フリーターンのおかげでめちゃくちゃにスルスル回るという感じではないです。車のホイールナット、一回弾いただけでは緩みきらない、締まりきらないこともございます。普通の十字レンチとそこまで違いはありません。
作業の速さを求めて十字レンチからの入れ替えとなると期待するほどの効果は生まないかもしれません。続いて、コンペの衛門性と比べてみて、回転の精度や型、ブレの小ささは後見さんがはっきりと上です。総じてしっかりした感じ。ただ、バーの質量は衛門さんが比べるとかなり重く、回り方にはっきりした優劣は感じていません。動画で確認をすると確かに後見さんが多く回ってくれますが、実際に使っていて回転量に関してはそこまでの差を感じるほどではありません。ただ使用感はかなり異なります。使い比べてみるとかっちりした後見さんが好み。この両者やれることに変わりはありませんが、後見のフリーターンは満足度の高い道具に仕上がっています。気に入っている道具ではありますが、改善を望む点が2つ。1つ目は、歌い文句のセンターロックが素晴らしいのに、バーの両端はなぜかその機能が生きないボールが採用されています。これが絶妙に使いにくいんです。センターロックの素晴らしさは、ディンプルが演出をしていまして、ロックボタンを押し込めばスルッと動く。ロックボタンを離せば勢いよくバーをスライドさせてもガチンとしっかりとロックしてくれます。とても扱いやすいんです。対して両端のボールは、勢いつけてバーをスライドさせますとロックボタンを押してなくともボールを乗り越えてスルッと抜けてしまいますし、組み立てるとき、バーを入れるときはボタンを押してないとまず入ってくれません。すんごい扱いにくいんです。これ、両端がロックボールではなくセンターと同じくディンプルだったらさらに扱いやすい道具になると感じています。少し割高でも良いので、すべてディンプルのバーのみ別売りしてくれることを強く願います。それから、ブレーキが欲しいですね。スムーズに回るバーの回転を止める方法が欲しいです。フリーターンが精度よくくるくる回ってくれるのは素晴らしいのですが、ネジが外れた後も回り続けてしまうので、バーが回ったまま下向けてナットを落とすのですが、たまにふと、回ってるバーをすねにぶつけたりするんです。クールに作業続けますけど、痛いんですよね。止めたい時に回転を止めることのできる機能がついたらさらに便利かと思いました。後見さんのフリーターンレンチ。面白く使いやすい道具です。作りの良さも素敵。ただ、万人におすすめするかというと、そういう道具ではないと感じています。最近はもうちょっと足せば電動インパクト変えたりしますから、作業量の多い方にはそちらをおすすめしますし、弾のタイヤ交換に使うであれば他の道具でも良いかなという印象です。使えば面白さが伝わりやすい道具ですが、かなりニッチなポジションにいる道具だとも思っています。また似たコンセプトの道具、コンペの衛門さんと比べてそのお値段は3倍ほど。3倍高い分、3倍の速度で作業ができるというものではありません。円数さん向けな道具に感じます。手にした満足感は高く、作りよく良い道具だと感じます。こだわり派の方にぜひ機会がございましたら手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。